はじめましての方ははじめまして、妄想天使と申します。この動画は2018年に完成した宇宙戦艦ヤマトの特大ジオラマを紹介する動画となっており、ニコニコ動画にて公開している、ヤマト交渉2199動画シリーズの動画を総集編として一つにまとめたものになります。詳しい制作過程をご覧になりたい方はニコニコ動画で妄想天使と検索してそのマイリストなどをご参照ください。それではまず完成映像と完成画像からご覧ください。制作期間は2015年から2018年の3年で一人でコツコツ 3D プリンターを用いて作り上げました。スケールは200分の1です。使用ソフトはオートデスクのマヤ、プリンターは XYZ プリンティングのダブインチ及び原型マグナレクタのレプトン2です。ジオラマ構成のベースになっているのは2013年頃に趣味で作った 3DCG モデルのヤマト。実写版の宇宙戦艦ヤマトを参考に作った CG モデルでそちらもニコニコ動画にすでに投稿されております。3D プリンターの購入をきっかけにジオラマに初挑戦しようと思い、その題材にヤマトを選びました。シチュエーションはリメイク版宇宙戦艦ヤマト2199の冒頭のヤマト建造ドックです。既製品のプラモデルも使用しておりバンダイのポルメリア急強就航中母艦1000分の1プラモデルと、バンダイメカコレシリーズのコスモファルコンとコスモゼロです。全長、1メートル36センチ。奥行き73センチ。高さ64センチ。高さに関しましては偽装したヤマトまでの高さです。空中に浮かせている空母や防空隊のファルコンは含まれておりません。電動による可動部分を作る計画がございましたが、難易度が高く、叶いませんでした。いつかリベンジしたいですね。それと人形も既製品ですね。ジェットゲージという規格の人形を筆塗りで塗装しております。
ここからは制作過程のお話となりますが、当時の制作過程の順番で画像や映像をまとめています。お見苦しい箇所もあるかもしれませんが、あらかじめご了承ください。設定資料集にあったこちらの絵と、アニメ本編を参考にしつつまず、既存ヤマトモデルと骨組みを CG ソフトで検討していきます。最初に出力したのは実験用第三環境とこちらのエンジンノズルです。実験用第三環境は積層処理のアセトンや研磨などの表面加工、塗装のテストをするためのものです。ジオラマの骨組みは木材を使用します。地上の偽装戦艦ヤマトを 3DCG で、大まかに製作し、出力。アセトンで積層処理を施した後に、タミヤのポリエステルパテを使い、装飾をします。検討の結果ヤマトの傾斜は右に8度傾けるのが一番見栄えがいいと分かったので骨組みとの連結部にこのような、スペーサーを出力してジオラマ本体とは別々に仕上げます。軽クレイを用いて地面をヘラで毛書き。空中線を張り、コルクパウダーを振りかけます。塗装した姿がこちらです。この後1回目の展示会に持っていきました。Z ゲージの既製品人形をペイントして古代たちや作業員、乗組員を作成します。次にヤマト胴体部分を分割出力し、接合します。実験用の第三環境と本番用の第三環境。どんどん作業を進め第2格納庫のパーツ。メカコレシリーズのコスモファルコンを置いてチェック。スケールが異なりますがそこはご愛嬌用ということで、ドックの骨組みに吊るした様子。商品在中のシールは資材に貼ってあったものでジオラマが商品というわけではございません。サーフェイサーを吹き付け表面をチェックしてみるとまだ積層痕が残っているので追加のパテを盛り付けます。スタイロフォームを貼り付けドックの肉付けを開始します。このくぼみは電飾の配線用です。ある程度ドック内部を作ったところで 3D スキャナーを用いて 3DCG ソフト内に取り込みます。ドックの設備をソフトでモデリングして出力しておきます。ヤマトの胴体に溝を掘りまして、再び吊るしてドックとのバランスをチェック。ヤマトの各パーツもディティールを上げていきます。この手すりもスケール違いです。スケール違いといえば、第2格納庫にメカコレの綾波が入ります。こちらはドックのここのパーツ。このくぼみにタミヤの情景テクスチャペイントを入れて洞窟の補強フレームを再現しています。兵員輸送車と艦載機の輸送車も出力。ファルコンに安全フラッグをつけてみましたが、すぐ落ちるので諦めました。これはヤマトと同型のパルスレーザー。ドック防衛に使用します。出力したドック設備を並べてチェック。内部ができてきたところで地上の古代と島の位置を決めます。ここで2回目の展示会に持っていくために保護シートをかぶせます。木材による骨組みはこのアルミパーツを付けるために必要だったのです。重さ以外は予定通りに行ってホッとしていました。当初は艦首も作ろうとしていましたが大きすぎて諦めたんですよ。しかし2回目の展示会で艦首も欲しいなという意見が出たため、結局、追加で作ることになりました。ヤマトの艦首からフレームを考え、プラント施設を作り、順次出力していきます。制作期間が1年延びたこともあってじっくりと艦首を作り込んでいきます。全体のバランスチェック。色を塗り、接着していきます。
空間アクティブソーナーも製作。自動広報室を忘れていたので取り付け。ロケットアンカーは2つのパターンで再現。縦型爆砕ボルト。ヤマトが発進するときに固定具を吹き飛ばす設定ということで作りました。ヤマト2202で出てくるハニカム構造のドック設備。続いて地上にメカコレシリーズのコスモファルコンの残骸を配置します。まだ地球に緑があった時の陸戦仕様のイメージです。この後ボロボロに汚すので隠れますが。そして古代たちが乗ってきたコスモゼロも墜落させておきます。最後にジオラマの題名台座と実験艦第3環境05モデルをケースに入れて完成です。そしてこの後3回目の展示会に持っていき、ようやく、このジオラマは役目を終えることとなります。あと数年で解体予定です。大きくて邪魔なので。特大ジオラマ、大和交渉2199の制作過程の解説は以上です。ちなみに次に作るジオラマの題材が決まっておりまして、ガールズ&パンツァードリームタンクマッチデラックスに登場する戦車装甲 3D モデル化しているので、そちらを35分の1で作りたいと考えております。それに伴い光造形方式の 3D プリンターを導入する予定なのですが、まだどのプリンターにするか選定しかねている状況です。候補としましては、Frozen のソニックミニ 8K か 4K、Elegoo のマーズ3、Anycubic のフォトンシリーズなどですね。これからまだ色々なプリンターモデルでしょうしその評判を見てから購入しようと思います。動画の内容は以上となります。コメント欄で感想や光造形方式 3D プリンターのことなど教えていただけると幸いです。メインの活動場所はニコニコ動画で、動画投稿も不定期ですがこちらでもよろしくお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。